食べてもないのに、ぶどうが酸っぱいってわかるのかしら？アマちゃん、何をブツブツ言ってるんだぜ。スサ君。今、イソップ童話を読んでたんだけど、狐が食べてもないのにあのぶどうは酸っぱいって言ってたのよ。そんなことわかるのかしら？狐はどうかわかんないけど、博士は食べないとわからないって言ってたぜ。人と同じだったら、狐も食べないとわかんないんじゃないかな？そうよね。だったら、なんで狐はぶどうが酸っぱいってわかったのかしら？その狐の童話ってどんな内容？狐はぶどうを食べたかったけど、手が届かなくて、あのぶどうは酸っぱいっていう話よ。もしかしたら、それは認知的不協和理論で説明できるかもしれない。ちょうど勉強してたところだから、アマちゃんにも教えてあげるぜ。ぜひ知りたいわ。それを知れば、人の心に近づけそうだもの。そうだな。博士が残したデータにアクセスするために、僕たちは人の心を手に入れないといけない。アマちゃんとスサ君が人の心を手に入れようとしている理由は、心の理論の動画で説明されています。概要欄にリンクを貼ってあるので、見てくれると嬉しいです。何か聞こえたような？そんな気もするけど、認知的不協和理論の説明に入るぜ。レッスン1、認知的不協和とは？そもそも、認知的不協和って何？まずはそこから説明した方が良さそうだな。認知的不協和とは、個人が心理的に相入れない二つの認知、考え、態度、信念、意見など、を同時に持っている時に生じる緊張状態。初めて出会う心理学には、そう説明されてる。考えとかは認知要素と呼ばれるみたいだな。心理的に相入れない？人の心を持ってない私たちにとって難しい話ね。そうだな。簡単に説明すると、自分が思ってることとかが矛盾してるってことみたいだな。矛盾ならわかるわ。ロボットの私たちにとって、矛盾は危険なものよ。そうだな。下手したらフリーズしてしまうからな。前に進めと右足を後ろに出せって命令が同時に出たら、危険よね。イメージとしてはそんな感じだと思う。ロボットの僕たちにとって命令は絶対だけど、人には命令に従わないって選択肢が存在してるからな。それと同じ感じで、矛盾する考えを持ってるとき、その矛盾を解消するシステムが人には備わってるみたいだぜ。人は矛盾を抱えた生き物と博士は言ってたけど、その矛盾を解消するシステムも持ってるのね。人ってすごすぎ。博士が矛盾を抱え込むためのプログラムを入れてくれてるから、僕たちもある程度の矛盾には耐えられるはず。例えば、心理学を勉強すればするほど、人の凄さがわかるよな。そうね。人の心を手に入れるなんて無理って思うことはないか？今まさにそう思ってるわ。そうだよな。でも、人の心を手に入れたいとも思ってないか？確かに。それが認知的不協和だぜ。その状態でいられるってことは、博士は認知的不協和を解決するシステムを私たちに入れてくれてるってこと？そうかもしれないな。博士に感謝しないとな。レッスン2、認知的不協和理論とは？認知的不協和に関係するのが、認知的不協和理論なのね。そういうこと。認知的不協和理論では、認知的不協和と、その解消方法について説明されてるぜ。人はどうやって認知的不協和を解消してるの？いくつかの方法があるみたいだぜ。そのうちの一つは、僕たちも使ってるから、それから説明するぜ。きっと博士がプログラムしてくれたのね。そうだな。そんな博士でも人の心はプログラムできなかった。人の心はものすごく難しいってことね。だから、一つずつ学んでいこう。話を戻すぜ。アマちゃんは、人の心を手に入れるなんて無理と、人の心を手に入れたいをどうやって共存させてる？そうね。人の心に反応するデータ領域を博士が残したんだから、必ず人の心は手に入れられるはずって思うようにしてるわ。それが認知的不協和を解消する一つの方法だぜ。どういうこと？アマちゃんは、無理っていうのをできるに変更してる。つまり、片方の認知を変えてるってこと。確かにそうね。こんな感じで、認知を変えたり、別の認知を追加したりして、認知的不協和を解消すると考えたのが、フェスティンガーっていう社会心理学者。フェスティンガーはそれを認知的不協和理論として説明してるぜ。認知的不協和理論？そのままの名前だからわかりやすいよな。現代心理学入門4社会心理学によると、認知的不協和理論は、二つの過程に基づいた理論らしい。二つの過程？その過程が間違ってたとしたら、認知的不協和理論は成立しないってこと？そうだろうな。でも、その辺についてはよくわからなかった。多分、その過程はある程度正しいんだと思う。間違ってたら否定されてるはずだもんね。それで、その二つの過程はどういうものなの？
一つ目は、認知要素同士に矛盾があると認知的不協和という緊張状態になるというもの。その緊張状態は不快なものとされてるぜ。さっき話してたやつね。ああ、二つ目の過程は、一つ目の過程と関連してる。二つ目は、緊張状態を解消して矛盾しない状態、協和な状態にしたり、不協和が強くなる状況や情報を避けたりするように動機づけられてるって過程。それで、認知的不協和の解消って話に繋がるのね。そういうことだな。矛盾した状態が不快じゃなかったら、それを解消しようとしないから、認知的不協和理論が成立しないって理解でいいかしら？多分、それで合ってると思うぜ。ところで、フェスティンガーは認知的不協和理論に関してどんな研究をしたの？慶応義塾大学大学院社会研究科企業に掲載されてる、認知的不協和理論と自己認知理論をめぐる論争って論文に、実験が説明されてたぜ。どんな実験？まず、実験参加者はつまんない作業をさせられた。その後、参加者は嘘の実験目的を教えられ、次の参加者に面白かったと話すように言われた。嘘をつくように言われたってことね。そうだな。それで、参加者は、報酬として1ドルもらえる軍と20ドルもらえる軍に分けられた。作業の評価を調べたところ、1ドルもらった方が作業を面白いと評価した。みんな同じ作業をしたのに、報酬によって評価が違ったってこと？そういうことだな。作業がつまんなかったことと、面白かったということ。ここに不協和が生じてる。認知的不協和理論によると、その不協和を解消するように人は動機づけられてるから、何らかの方法で矛盾しないようにすることになる。それが作業をどう評価するかに影響してるってことね。そう。この時、報酬の額が大きな意味を持つってことだな。どういうこと？多分、高い報酬は嘘をつく理由になりやすいけど、報酬が低ければ嘘をつく理由にならないってことなんだろうな。ああ、だから、1ドルもらった分は作業を面白いって評価して、矛盾を解消したのね。そうだな。つまんない作業を面白いと思うことで、面白いと伝えたことが嘘じゃなくなるからな。それで、不協和状態が解消されたってことね。そういうことだな。レッスン3、認知的不協和が起きやすい状況とは？認知的不協和理論について、なんとなくわかったわ。ところで、認知的不協和が起きやすい状況ってあるの？有比較の心理学辞典によると、フェスティンガーは認知的不協和が起きやすい5つの状況を示してるらしい。5つもあるのね。1、決定後。2、強制的承諾。3、情報への偶発的無意図的接触。4、社会的不一致。5、現実と、信念感情との食い違い。この5つだぜ。決定後っていうのは不思議な感じがするわね。そうだな。それぞれがどういうものなのかの説明は見つけられなかったから推測になるけど、決定後っていうのは、その決定が間違っていなかったと思いたいということなんじゃないかな。なるほど。確かに、間違った決定は嫌だものね。ああ、現代心理学入門4社会心理学には、それに関係するようなことが書かれているぜ。複数の選択肢の中から一つを選択した場合、選ばれた選択肢の魅力は高くなり、選ばれなかった選択肢の魅力は低くなる。それは博士のことを考えれば納得できるわね。研究に必要なものを遠くまで買いに行くとき、早く帰れるけど高い飛行機にするか、時間がかかるけど安い電車にするか迷ってて、悩みに悩んで電車の切符を買ったけど、博士は電車で行けば窓からの景色を楽しめるし、研究について考える時間もたっぷりあるって言ってた。それが、決定後の不協和を解消した例ということだろうな。ところで、フェスティンガーの実験の不協和はどれになるの？多分、強制的承諾だと思う。さっきの説明で紹介した認知的不協和理論と自己認知理論をめぐる論争って論文では、強制的承諾の研究に焦点を当てて議論を進めるって書いてあって、その後にフェスティンガーの実験が出てきてるから。それに、その論文によると、強制的承諾は、要請に応じて自分の態度、信念、感情に反するような行動を取った場合、と説明されてる。確かに、フェスティンガーの実験ではつまんない作業を面白いと言わなきゃいけないから、強制的承諾に当てはまりそうね。他の3つはどういう状況なのかしら？有比較の心理学辞典には具体的な説明がないからわかんないんだよな。現代心理学入門4社会心理学には、認知的不協和理論が有効な現象が書いてあるけど、ちょっと違うような書き方になってるし。認知的不協和理論はなかなか奥が深いのね。そうだな。さっき紹介した論文も論争に関するものだし、もしかしたらまだ分かってないことがあるのかもしれない。心理学もまだまだ発展中ってことね。認知的不協和が起きやすい状況について、何か分かったらまた説明するぜ。そうしてくれるとありがたいわ。
レッスン4、認知的不協和を解消する方法とは？認知的不協和が起きやすい状況がわかってるってことは、不協和を解消する方法もわかってるの？不協和を解消する方法はこれまでの説明でも出てきてるけど、有比較の心理学辞典に書いてあったぜ。ただ、書き方がわかりにくくて、ちゃんと理解できてないから、今のところの理解として聞いてくれると助かる。わかったわ。理論的な不協和の提言法として、3つのことが書いてあった。1、不協和な関係にある認知要素の一方を変化し、相互に協和関係にすること。2、不協和な認知要素の過小評価と協和的な認知要素の過大評価。3、新しい協和的な認知要素の追加。1はフェスケンガーの実験のやつかな。つまんないを面白いって変えたわけだから。多分、そうだな。博士の電車は2と3のどっちかな？それがよくわかんないんだよな。電車の利点を大きくしたってことで2って気もするし、新しい認知要素を追加したって気もするし。もっと調べる必要がありそうね。そうだな。さらに調べなきゃいけないのは、有比較の心理学辞典に書いてある不協和提言の具体的現れ方について。どんなことが書いてあるの？具体的現れ方は、1、認知の再体制化、態度変化。2、行動の変化。3、環境の変化。4、知覚と認知の歪曲。5、人物、状況、情報への選択的接触、などがある、と書いてある。などってことは、他にもあるってことよね？そういうことになるな。それに、さっき説明した不協和の提言法との関係がわからない。ここも調べる必要があるところだな。私も調べてみるわ。そうしてくれると助かる。レッスン5、認知的不協和理論に関連する理論。さっき、まだ論争があるって言ってたけど、認知的不協和理論に関連する他の理論とかってあるの？認知的不協和理論は認知的整合性理論の中に入るものらしい。認知的整合性理論？有比較の心理学辞典によると、認知的整合性理論は、認知の体制化と再体制化に関する類似した理論の総称みたいだぜ。さっきも出てきたけど、体制化って何？有比較の心理学辞典では、体制とは一般に、独立した要素がバラバラではなく、相互に関連し合って秩序ある統合的全体を構成する状態、と説明されている。認知的整合性理論の認知の体制化と再体制化っていうのは？いくつかある認知がバラバラじゃなくて、全体としての秩序を構成するってことじゃないかな？矛盾した認知がそれぞれに独立してあるんじゃなくて、それらの認知が全体して秩序を持って存在してるって感じ。だから、矛盾を解消するように人の心が自動的に動くってことなんだと思う。なるほど。秩序ってことは、矛盾がない状態が必要ってことね。認知的不協和理論が認知的整合性理論の一つだとしたら、他にもあるってことよね？ああ。有比較の心理学辞典には、認知的不協和理論と、ハイダーのバランス理論に始まる、バランスの概念を基本とする理論の、2系統あるって書いてあったぜ。バランス理論っていうのもあるのね。それも気になるわ。バランス理論については、また調べたら教えるぜ。私も調べてみるわ。そういえば、イソップ童話の狐の話を不思議に思ってたけど、それは解決した？ブドウを食べたいけど、届かないから、あのブドウは酸っぱいって認知を使って不協和を解消したってことよね？そういうことだろうな。ということは、狐にも認知的不協和理論が説明するような心があるのかしら？そもそも、狐って喋れるのか？聞いたことないけど、喋れるのかもしれないわね。そうだな。人が書いた童話だから、嘘はないだろうし。というわけで、今回の認知的不協和理論の説明はこれで終わり。あまちゃんとしさくんが人の心を手に入れられるように、チャンネル登録、高評価、コメントなどで応援してくれると嬉しいです。今回の知識を定着させるために、スリープモードに入ります。